こんにちは、トイロトラベルです。宝くじ高額当選者が続出する神社を知ってますか？そんな夢の神社がある唐津へお邪魔しました。日本三大松原が広がる美しい町、虹の松原と唐津湾の絶景が素晴らしい。日本叩百選の迫力と緑輝く棚田のコントラストが最高にフォトジェニック。有名な鳥料理専門店も行ってきましたよ。旅の楽しみ方は10人トイロ。旅行・ドライブの参考になると嬉しいです。駐車場はとても広く止めやすかったです。唐津城高島宝当神社を観光するならここの駐車場一択だと思います。今から向かうのは高島にある宝当神社。駐車場から桟橋を渡って徒歩約5分で船乗り場に着きます。この船で行くのかな。そうだよね、ドリームライン高島って書いてある。往復でこの時間を計画。料金はこちら。待合室があるので出港時間までゆっくり過ごせます。いよいよ乗船です。料金はスタッフさんが橋の前で回収してくれます。旅行の時に船に乗る機会があるとワクワクしませんか？船内は外見の見た目の大きさとは裏腹に思ったよりも広く感じます。高島到着。あまり宝くじは買わないのですが、宝当神社来たら買うでしょう。港のすぐそばの宝当の館で年末ジャンボ宝くじ20枚購入。宝くじに金運を呼び込む宝当袋。高島で作られた縁起物グッズでもちろん購入しました。宝当袋に宝くじを入れ、封をせず口を開けた状態でまずは島の氏神様塩谷神社へ向かいます。合ってる道。宝当神社はこの塩谷神社の境内社です。左だ。宝当神社が有名ですが、昔から島を守ってきたのはこちらの神社。塩谷神社、宝当神社の順に参拝します。出てきた足跡。猫の足跡が神社へ連れて行ってくれます。なんだろう、山？綺麗だね。今日は天気がいいです。宝当の館から塩谷神社までは5分ぐらいです。島を守る氏神様へご挨拶。今日ここに来られたことへの感謝を込めて二礼二拍手一礼でお参りします。では宝当神社へ到着。宝くじ筆頭運はもちろん金運、開運、勝負運、子宝授けのご利益があります。戦国時代この島を守った武将野崎沖ノ神綱吉を祀った神社です。当初は綱吉神社と呼ばれていましたが、宝当神社と解消、宝が当たると読めることから宝くじ祈願で全国的に知られるようになりました。裏参道に行ってみます。
社の下に賽銭箱がありました。野崎沖ノ上綱吉のご遺体が祠の真下、地中深くに安置されていると伝えられています。床下を覗くと祠がありました。こちらでもお参りさせていただきます。帰りの船は10時45分。間に合いませんでした。唐津行きのね、海上タクシーね、1人600円です。定期便より値段は上がりますが、海上タクシーを利用します。人いないね。じゃあ海上タクシー来た。所要時間は定期船と同じで10分ぐらい。ここ？こんなところにあるんだ。お腹が空いてきたので気になっていたパン屋さんへ。冒頭の駐車場から入ってみようか。歩いて5分の場所にあります。ハード系のパンがたくさん陳列。ハード系のパンが好きな方におすすめ。どのパンも美味しそうです。私たちが購入したパンはどれも美味しかったのですが、その中でもトイロトラベルが特におすすめしたいパンがこちら。このクロワッサンが本当に美味しかったです。今まで食べたクロワッサンの中で間違いなくベスト3にランクイン。サクサクしっとり食感が絶妙で、シンプルながらも奥深く優しい味。気になった方は行ってみてください。有名な唐津バーガーを横目に次の目的地へ向かいます。唐津から少し足を伸ばして福岡県糸島市にあるこの場所、姉子の浜を訪れました。長さ約1キロ、幅20メートルの弓状に広がる砂浜です。歩くと砂が鳴くことで有名な場所。砂浜を歩くとキュッキュッと音がするそうなんですが、聞こえませんでした。天気や歩き方、環境の条件とかあるんでしょうか。鳴き砂は聞けませんでしたが、波の音に癒されました。ゆっくりとした時間が流れます。そろそろ唐津へ戻ります。姉子の浜から車で約20分、鏡山展望所に到着。唐津を代表する景勝地。春は桜、5月はツツジ、秋は紅葉の名所です。さらに万葉集に登場する松浦さよ姫伝説、飛蓮物語の舞台でもあります。標高284メートルから見下ろす景色。唐津湾と 4.5 キロの距離にもなる虹の松原を一望できます。あいにくの曇り空。天気が良ければ
もっと遠くの景色が見れたり、青い空と青い海、虹の松原の緑が重なって最高の景色が見れたと思います。また晴れた日に訪れたいです。さっき言った高島も小さく見えますね。時間を見ていませんでしたが、駐車場から展望所までは10分ほど歩いたような気がします。鏡山展望台から車で約30分。市街地からはそこまで離れていませんが、雰囲気はガラッと変わります。シーズンではなかったので、滝の一番近くに駐車することができました。歩く距離がかなり短くなるので、体力的に助かりました。あじさい祭りなど混雑するシーズンは、少し手前の駐車場から坂道と遊歩道を歩きます。見返りの滝は日本の滝100選に選ばれており、また坂道を登ってでももう一度、坂道を立ち返ってもまた見たい時という由来から見返りの滝と呼ばれています。ひんやりして、水しぶきが風に乗って届いてきます。シーズンオフでもかなりおすすめのスポットです。坂道は歩いてませんが、もう一度見たいと思える素晴らしい滝でした。次は壁島にある田島神社へ向かいます。山から海へ景色が大きく変わります。壁島は唐津市内から橋で渡れる島。車で行けるのは嬉しいところです。これっすね。境内にはさよ姫伝説で知られるさよ姫神社があります。でも怖くない？だってさ、追いかけてさ、海に。田島神社に到着しました。到着した瞬間、空気が少し変わったように感じます。この鳥居は佐賀県最古、1000年以上も前のもの。田島神社は古くから航海安全や大漁祈願の神社として島の人々に大切にされてきました。境内はとても静かで、観光地というよりも日常の中にある祈りの場所、そんな雰囲気です。この時は気づいていませんでしたが、この先の太閤記念石にも行っておらず、大変後悔しています。視聴してくださっている方でもし訪れることがあれば、行き忘れないことを願います。おそらく順路は逆だとは思いますが、先に進んでいくと境内からは壁島の海を見下ろすことができました。下に見える鳥居は海と神社をつなぐ入り口のようでした。この場所から島の人たちは海へ向かい、無事を祈って戻ってきたのかもしれません。訪れた時は
人も少なくゆっくり参拝できるので、静かな場所が好きな方にはとても向いています。景色を落ち着いて楽しみたい方におすすめです。本当に時間が経つのが早く、日も暮れようとしています。日が暮れる前に立ち寄りたい場所が、田島神社から車で20分、第一駐車場に気づかずそのまま直進。右側にある展望台を通り過ぎて、その先の第二駐車場まで進みます。わ結構駐車スペースはありました。第二駐車場ってなっとったけん。訪れたのは、浜の浦の棚田展望台。気を取り直していきます。283枚の田んぼが大小連なった浜の浦の棚田。日本の棚田百選に選ばれており、恋人の聖地にもなっています。田植え前の水が張られた時期は、水田に夕日が反射して特に美しい景色が広がるそうです。今回夕日には間に合いませんでしたが、別の季節にも訪れてみたい場所です。帰り道、伊万里で有名なドライブイン鳥伊万里本店に立ち寄りました。店内は昔ながらのどこか懐かしい雰囲気。何度もお店の前を通り過ごし、いつか行きたいと思っていました。念願かなって来店です。お腹空きすぎてメニュー表を取るの忘れてました。とりあえずそのまま食べてみな。鶏の出汁が効いたスープは絶品。美味しすぎておかわりしました。ドライブイン鶏の代名詞、鶏飯をいただきます。美味しい。食べ始めたら手が止まりません。若鶏、鶏飯、鶏スープがセットになった一番定食。単品で牛タン塩、ネギ塩若鶏、軟骨。ファイヤーして。鶏の皮はカリカリ派ですか？ブヨブヨ派ですか？私たちはカリカリ派なのでしっかり焼きます。甘いタレが鶏のうまみを引き立ててくれます。宝当神社から始まった今回の唐津ドライブ。あっという間の一日でした。海を眺め、滝に癒され、棚田に立ち止まり、間に合わなかった夕日も
曇り空の展望所も、それはそれで全部旅の思い出です。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の旅で